経営者の人ってポットで数年やってますっていう人だと違うと思うんですけど、やっぱり会社の経営って10年とかやっていくと、大体うさんくせえ話とか、うまくいきそうな話とか、いろんなものを見たりとか、これはうまくいくよねとか、これはうまくいかないよねとかっていう、いろんな失敗もした上で、物事を見抜く力がついてくるんですよ。じゃあ、東大生の社長がなんでそんなに多くなくて、日大の社長が多いのかっていうのも一緒なんですけど、社長を長年やっていくと、社長的な失敗をしなくなるんですよね。経営者として、これはやらないよねっていうのを結構素人はやるんですよ。会社員の人とかで、これはいけると思っちゃった人とかが、経営者だったらやらないようなミスを結構したりするんですよ。なので、これ誰か知り合いの経営者とかに相談したらやらなかったのにやっちゃうんだ、こういうのみたいなのが結構あったりするんですよね。っていうところのバランスが、虎側の投資する側の人たちはそれなりに事業成功してる人たちなので、そういう変なところに引っかかんないんですよね。なので、これ無理だなってやつはもう大体無理みたいなのがあって。だからまず素人はね、税金のことを考えない。1000万円売り上げがあるっていうビジネスがあった時に、すごい1000万円もあるんだ、やろうとかで始まっちゃうんですよ。待て待てと。1000万円の売り上げのビジネスのための仕入れはいくらなのか。で、そのためにじゃあ人件費はどれぐらいかかるのか。で、さらにじゃあ儲かったとして、でもその利益は法人だったとしたら、利益がじゃあ1000万円だったとしたら、500万円税金に持ってかれますよとかっていう計算分かってなかったりするんですよ。なんか1000万円もらえるビジネスなんで、500万貸してくださいみたいな。いやいや、それ来年じゃあ法人税払って500万返したら、手元に何にも残んないけど、どういう計算みたいなのが結構あったりするんですよ。っていう感じで経営者としてやっていくと、人を雇ったら社会保険料あるよねとか、人をクビにするときにも結構お金かかるし、じゃあ採用にもお金かかるよねとか、で、割とそのコスト計算っていうのが結構綿密になるんですよね。だからなんか売り上げが1000万円のモデルなんだから、じゃあ知り合い雇う。で、知り合いの給料50万円みたいな、1000万円儲かるんだから50万円いいじゃんって、これ1年間でも600万円ですよと。で、さらに社会保険料とかあるから10万円以上のお金を払わなきゃいけないんですよとかっていうのも分かんなかったりするんですよ。でね、簿記ともまた違ってて、年金とか社会保険料とか、労災的なものとか、いろいろ付随する金額っていうのがちょこちょこあるんですよ。で、そういうのが、じゃあそれなりに払わなきゃいけないよねとか、じゃあそれをやってもらうために経理の人必要だよねとか、で、まともな経理の人ってなかなかいなくて、お金をもらって逃げる経理の人が結構いるよね、みたいなだったりとかっていうのを、経営者の人というのはノウハウで分かってたりするんですけど、そこら辺分かってない人だと、人件費安くめに見ちゃうとか、あと優秀な人が逃げるということを知らないとか、簿記の資格を持っている人っていうのは、計算上のバランスシート、PL を作るという能力はあるんですけど、ただじゃあそれを現実に落とし込んだときに、どういう確率でそういうことが起こるか、みたいなところが分かってなかったりするっていうのがあったりするので、なので、机上の計算ではなくて実態でやってみると、1000万円の売り上げというのがあったとしても、会社として回そうとすると結構きついっていうのがあったりするんですよね。例えばじゃあ、僕家で漫画を描いています。年商1000万円ですっていうと、もう家で漫画描いてるだけで、1年間に1000万円入るってすごくねっていうふうに、子供たちは思っちゃうんですよ。でもそれがアシスタントがいますとか、事務所を借りてますとか、っていうので考えると、事務所を借りるにしても月15万円ぐらい払わなきゃいけないよねとか、アシスタントを雇ったとしてもそれもやっぱり月15万円以上払わなきゃいけないよねとかってなると、割と支出が結構あって、で、それなりにじゃあアシスタント用のパソコン買わなきゃいけないよね、タブレット買わなきゃいけないよねとかっていうのもあったりするので、年商1000万円あったとしても、手元に1年後残るお金って100万円もなかったりするんですよ。もちろん自分の生活費の給料も出さなきゃいけないとかあったりするので。なんでそうすると、漫画描いて年商1000万って超絶楽じゃねとかって思うんですけど、ちゃんとやってみると全然そうならないみたいな。っていうことになったりするんですよね。なのでね、手取りでいくとね、多分20万円ぐらいになってしまって、普通に働いた方がよくねそれっていう金額にしかならない場合も結構あります。そう、あとね、キャッシュフローという問題もあって、家賃15万円だから月に15万円あればいいんでしょとかってあるんですけど、敷金、礼金、引っ越し費用っていうのがあって、家賃15万円のところにじゃあ引っ越そうっていうので、多分最初にね、100万円以上必要になるんですよ。敷金まで済まなきゃ。で、一般市民が住む家だと、敷金2ヶ月、3ヶ月とか済むんですけど、漫画家さんの事務所として使いますとなると、法人として契約することになって、いきなり敷金半年分とかになったりするんですよ。半年分の敷金をまず納めてくださいみたいな。月15万円だから30万円ぐらいあればいけるのかなと思ったら、じゃあ敷金でまず90万円くださいみたいに言われて、そんな金今ないよみたいな。っていうので、不動産手数料とかあったりとか、あとじゃあその前事務所でなんか使っていて、扉をちょっと変えようとかって変えてしまうと、扉を変える内装無費もあって、内装をいろいろ変えて出てこうっていう時に、出てく時には元通りに戻してください。なので、もともと内装を変えるのに100万円かかったとして、出てく時に元に戻す費用で200万円くださいとかなったりするんですよ。そうすると、出てくために単に引っ越しだけなんだけど、なぜか引っ越しようとこう200万も払わなきゃいけないみたいなのもあったりするっていうのがあって、だからそこら辺の経営ってこういうことに付随するお金結構あるよねっていうのを
割とね、素人の人知らなかったりするんですよ。あ、そうそう。だから青白おじさんが出てくるのになんか結構かかったって言ってましたよね。で、いろいろ改造しちゃったせいで。なので、家賃が高いから出てくわって言って出てこうとすると、出てくためにもお金が必要っていうのがあって、すげえお金がかかるっていうのもあったりするので。だから前、未来検索ブラジル社はもうオフィスというか雑居ビルの普通フロア借りてたんですけど、出てくときにね、1000万円ぐらいかかったんですよね。あ、青白おじね。出てくときに8000万かかったの。いやだからね、自分好みに内装をめちゃくちゃ変えたいのであれば、もう物件買った方がいいっすよ。毎月数百万だっけ、青白おじの家賃。毎月数百万を払い続けて、で、改造の内装費と出てくための8000万買ったら、多分ね、そのマンション買った方が安かったんじゃない？現金足りなかったとしても貸し出しにするとか、抵当権入れるとかで金借りるとかにすれば、では、元に戻したの8000万って、8000万お金払って、で、せっかくお金をかけていろいろ作ったものが全てなくなるんですよ。ゼロになるんですよ。だからそれだったら不動産ごと買っちゃって、そのまま貸し出しにした方がよっぽど良かったんじゃないかなと思いますけどね。いや、もちろんお金持ちだったら好きにすればいいと思うんですけど、青白王子の場合、お金がなくて出てくって話だって、あ、毎月家賃4桁だったの。家賃1000万円とかだったの。いや、それだから、買った方が良くない？まあでも、買うと経費にならないんですけど、家賃というか仕事としてその場所を使ってますってなると、経費になるので、そうすると、毎月じゃあ、例えば家賃1000万円ですってなると、じゃあそこを事務所として使ってますっていうのになって、自分はほとんど住んでませんとかってなると、事務所としての使用の割合が8で、自分が住んでるところが2だとすると、800万円が経費で落ちるんですよ。なので、そうすると、年間に、じゃあ1億円ぐらいが経費で落ちると。で、そうすると、そっちの方が、要はお得だよね、というふうに多分青白王子を考えて、年間1億円ぐらいを住居の経費として落とす。青白劇場っていう形で YouTube で使ってるので、これはあくまで撮影スタジオです。っていう形で多分経費に落とすということで、税金を安くするという方向でやったのかもしれないですけど、結果として出てくときに8000万払うってなると、だからそれはどうなのかなっていうね。家賃1700万だったのすごいね。お金を持ってる人が何を選ぶか人それぞれなんでお好きにすればいいなと思うんですけど、ブラジルのね、1000万円退去費かかったところの家賃はね、100万円いってなかったと思うんですよね。多分3、40万円のフロア2つで70万とか80万とかぐらいかな。一応100万くらい言ったかな。それぐらいで大した額ではなかったんですね。もともとね、オフィス用に部屋を分けてるところで、居抜きで借りちゃったんですよ。ほぼ居抜きで。なので、本来だったら居抜きで借りたので、その前に借りてるところが退去費用で直さなきゃいけないところを、もう直さなくていいです、それそのまま使うんでっていう形で引き継いだんですよ。なので、僕らが退去するときに結局その費用を払わなきゃいけなかったっていうのもあるので、引き継いじゃった損っていうのもあるんですよね。とはいえ、その会議室的なものを分けなきゃいけなかったので仕方ないってなんですけど。でも、いろいろそういうことがあったりするので、なのでね、結構ね、だからオフィスの引っ越しは大変なんですよ。で、その後、ブラジル社って秋葉原でビルを借りたんですけど、シュタインズゲートっていう映画で、未来なんとかガジェット研究所っていうところが出てくると思うんですけど、あのビルです。あのビルにガジェット通信っていうスタジオとして作ったんですけど、で、あそこも完全防音の部屋を作ったんですよね。50人ぐらい入れて、ライブもできて完全防音の部屋っていうのを作ったんですけど、で、それもね、部屋作るのに、確か1800万ぐらいかかったんですよね。完全防音なんでしょうがないですけど。で、出てくときにそれをぶっ壊さなきゃいけなかったので、ぶっ壊すので結局ね、あれ2000万ぐらいかかったのかなっていうのもあったりするので、もうオフィスはいらねえっていう結論になり、コロナの時に手放して、それ以降は一応渋谷の方にはブラジル社オフィスあるんですけど、僕未だに行ったことがないっていう。ライブとか生放送の配信のスタジオとかも使ってたので、上とか下のフロアに音が行くとご迷惑になってしまうので、なので迷惑にならないようにしようっていうので一応防音にするっていうのをやったんですよね。スタジオ的な利用する上では、他のフロアにご迷惑をおかけしないというためには必要なことをやったんですけど、結果として出てくときにすげえ金かかる。そうそう、解体費の方が高かったりするんですよ。頼むときに、その施工は解体費はどれぐらいになるのですかっていうのまで、考えないで頼んじゃうんですよね。防音ということは、まずドアとか補強するための壁とか天井とかをめちゃめちゃ硬く重くしたりするんですよ。板が柔らかいと、それは音と振動によってその板というのが揺れてしまうので、結果として音が横に行ってしまうんですよ。なので、めちゃめちゃ厚くて重い板を置いておくと、音が来たとしてもその音によって振動しないっていうのがあって、防音っていうのは基本的にそういう構造で作ったりするんですよ。そうすると、めちゃくちゃ厚くて重いものを床と壁と天井にくっつけるって
っていうのをやるんですよね。で、その隙間を全部パテで埋めるみたいなことをやるので、それをどけようとするとめちゃめちゃ費用がかかるんですよ。いや、なのでね、もうなかなかもうオフィスを持つというのは嫌だなというふうに僕は思いました。はい、建ててる会社と解体してる会社は違うので、建ててる会社に解体費を聞いても正解はわからないなんですよ。作るというのはやってるけど、解体の仕事はしてないから、これいくらかわかんないですみたいな。で、解体って地域によっても値段違うんですよ。その材料というのを普通ゴミで捨てられるのか、ビジネス用の法人の資材として撤去をするために、地方自治体にお金を払って回収してもらわなければならないのかっていうのも違ったりするんですよ。で、さらに作ってもらうところに解体費用いくらぐらいって聞いても、じゃあちょっと知り合いの業者に聞いてみますね。あ、何万ぐらいっすみたいなこと言うけど、これ信用ならないんですよ。自分の会社じゃないところがなんとなく何万ぐらいっすって言った金額っていうのは、実際に解体しようってなったら全然ね、金額変わったりするんですよ。っていうのがあったりするので、なので解体は頼んでみないと値段わかんないんですよね。なのでね、クルド人の人とかが結構安くやってくるみたいなのあるみたいなんですけど、結構いい値なんですよね。結局その解体するにしても体力のある人とか人間がどれぐらいいるのとかっていうのも結構あったりするんですよね。割とがっつり作るとね、分別しない解体屋もいるんですよ。分別しない解体屋にするとね、結構安くなるらしいんですけど、でもこの材料じゃあどの会社から来たのってバレると、解体屋に任せただけであとは知りませんっていうのがやっぱ言えない時代なんで、なんでそうするとこの産廃業者安いなと思って任せたら、なんか山の中に全部捨ててましたみたいなので、これお前の会社の資材だよねってバレると、その会社も捕まるんですけど、うちまでいろいろ風評被害が来るっていうのがあったりするので、それも嫌だよねっていうのがあったりするので、そうするとやっぱそれなりにちゃんとした会社にお金を払うとなると、ちゃんとしたことやってくれるんですけど、結構高い。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。